こんにちは。シラの日本語ポッドキャストへ来てくださりありがとうございます。シラです。皆さん、日本はいよいよ夏になりました。7月も後半になってもうザ・夏という感じですかね。皆さん、夏は好きですか？それとも嫌いですか？私はどっちかといえばやっぱり冬が好きですね。夏はとっても暑くてちょっとしんどいなと思ってしまうこともあるのですが、以前に春についてのポッドキャストを出したことがあるのですが、今日は夏についてお話ししていきたいなと思います。今日もゆっくりと最後までリラックスしながらぜひ聞いてもらえると嬉しいです。今日もよろしくお願いします。シラの日本語ポッドキャスト。はい、ということで日本の夏について早速お話ししていきたいなと思います。皆さん、日本の夏といえばどんなことを思い浮かべますか？海とか空とか、とっても暑いよなとか、日本の夏はムシムシしてるよなとか、たくさん思い浮かべることがあるのではないかなと思います。気温のお話から少ししたいなと思うのですが、最近日本は地球温暖化ですね。日本だけではなくて世界的に地球温暖化が進んでいると思うのですが、なので本当にここ数年日本はとっても暑くなってきています。また島国ということもあって湿度もとっても高い方なのではないかなと思います。夏は35度を超える日も多くなってきていて、地域によっては場所によっては40度とかまで暑くなるところもあります。なので正直日本人でももう夏は外歩けないよという人も本当に多いんですね。また最近は扇風機を持ち歩く人本当に増えていて、実は私も扇風機持っています。もうこれがないと外を歩けない。こういう風に顔に当てながら外を外出する日が多くなりました。私は日本の夏は本当に日差しも強いので、この左手に扇風機、右手に日傘という感じで両手が塞がってしまうのですが、私は外お出かけするときはもういつもそんな感じですかね。日差しも私は日焼けをしたくないというので日傘を差すことがあるのですが、正直日焼けを別にしてもいいと思っている人でも日傘が必要なぐらい太陽の光が強すぎて日傘が必要な日も多くなってきました。日傘を差しているだけでも影になるので全然温度が違うんですね。なのでこの扇風機と日傘、日本人は結構もう必需品になっているのではないかなと思います。そのような感じで暑いこと、日本は最近はとっても暑くて、正直もう外に出るの嫌だなと思うこともあるのですが、楽しいこともたくさんあります。日本では夏にはお祭りと言われるものがあります。
お祭りというと、国によっても、日本も季節とか地域、場所によってもたくさんお祭りがあるのですが、日本人は夏祭りというものに夏になるとよく行きます。日本全国いろいろなところでこの夏祭りは開催されていて、もしかしたら旅行などでも行ったことがある方もいらっしゃるんじゃないかなと思うのですが、この夏祭りと言われるものは子供から大人までとっても楽しむことができるんですね。この夏祭りに何をするのかというと、屋台がたくさん並びます。屋台というのは小さいお店のようなものですかね。そこではたこ焼きとか焼きそばとかりんご飴、チョコバナナとか、あとはかき氷ですね。たくさんの食べ物が並びます。ゲームができたり、美味しい食べ物が売っていたりするので、みんなお祭りに行って美味しい食べ物を食べたり、ゲームをしたりします。そしてこれがとっても日本っぽいなぁと思うことがあるのですが、それは夏祭りに行くときに浴衣を着る人が日本ではたくさんいます。この浴衣とっても有名なので、日本旅行に来たことがある方はもしかしたらこの浴衣着てみた方もいらっしゃるんじゃないかなと思うのですが、着物とはまた違って夏に着る着物みたいなもののことを浴衣と言います。なので着物を着たことがある方ももしかしたらいるかもしれませんが、浴衣は着物ほどそこまでは厚くなくて薄い生地でできています。よく観光地などに行くと外国の方、着物とか浴衣を着ている方たくさん見るのですが、実は日本人も夏になるとよく着ます。お祭りに行くときにこの浴衣を着る人もたくさんいます。浴衣を着て友達と一緒に写真を撮ったりとか、恋人と歩いたりとか、夏の思い出として浴衣を着る方も多いです。そして先ほど美味しい食べ物とかゲームがあるというふうにお話ししたのですが、夏祭りといえばその屋台、ご飯とかゲーム以外にも花火大会、花火がとても人気です。日本では夏になるといろいろなところで花火大会というものが開催されます。皆さん花火は見たことがありますか？大きな花火大会には何千人、何万人、何十万人の人が、とってもたくさんの人がこの花火大会を見に訪れることもあります。すっごく有名で大きい花火大会もあれば、地元の人が行くような小さい花火大会もあって、日本の本当にいろいろな場所で夏に1回だけとかではなくて、何度もいろいろなところで開催されています。花火は世界中にあると思うのですが、日本の花火大会には少し特別な雰囲気があります。夜にパーンと花火が打ち上がるのがなんだかとってもロマンチックだったり幻想的な雰囲気があります。場所によっては8月の終わり頃から9月にかけて花火大会をするところもあるのですが、最近は日本9月となってもとっても暑いです。正直まだ夏のように9月も暑いのですが、
なんだか8月が終わると秋が来たような気分になるんですね。なので8月の終わりとか9月頃に夜空に打ち上がる花火を見ると、なんだか夏が終わるんだなとか、少し寂しい気持ちになる人もたくさんいます。日本のアニメとか映画とかドラマとかでも夏のドラマとなると夏祭りとか花火大会よく出てくるので、実際にお祭りとか花火大会に行ったことがない方でも、お夏祭りの雰囲気とか見たことがある方ももしかしたらいるんじゃないかなと思うのですが、アニメとかだったら可愛いキャラクター、主人公の子とかが浴衣姿になったりして、そういうのを見たことがある方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。なので日本人は夏といえば一番思い浮かべるのが夏祭りなのではないかなと思います。次に夏によく食べられる食べ物についてもお話ししたいなと思います。夏に食べる美味しい食べ物たくさんあるのですが、夏といえば一番最初に思い浮かぶのはそうめんじゃないかなと思います。皆さんそうめん知っていますか？そうめんはうどんよりも細い麺で、冷たいつゆというものにつけて食べます。お蕎麦にも似ていますが、お蕎麦よりも細くて白い麺のことを言います。とってもシンプルな食べ物にはなるのですが、夏は暑くてなかなかご飯を食べる気にならないとか、食欲がなくなってしまう人もいるんですね。そういった方たちも食べやすい、チュルッと食べやすいのがそうめんとなっていて、夏といえばそうめんが一番定番の食べ物なのかなと思います。あとはかき氷ですね。かき氷、皆さん食べたことがありますか？氷を細かく削って、その上からシロップをかけて食べるアイスみたいなものですが、いちご味とかレモン味とかブルーハワイ味とか、いろいろなシロップをかけて食べます。日本人は夏になるとかき氷をよく食べるイメージがあります。最近はなんだかとっても美味しい、こだわられた高級なかき氷屋さんとかもできていて、そういったところも人気があります。高級なお店も人気があるのですが、先ほどお話ししたみたいに夏祭りに行くと必ずあるものがかき氷かなと思います。暑い夏に氷を食べられる、甘い氷を食べられるのでとっても人気があります。そして次に冷やし中華も夏の定番の料理かなと思います。冷やし中華といって名前に中華と入っているのですが、中国の食べ物というよりかは日本でとっても親しまれている、よく夏に食べられている料理になります。冷たい麺の上に野菜とか卵とかハムとかを乗せて食べる食べ物です。上に乗せる具材はそうめんと似ていたりとか、野菜を乗せたりハムを乗せたり、好きな具材を乗せてもらったらいいかなと思うのですが、麺の種類がそうめんとは少し違います。あとはソースとかごまだれというものにつけて食べたりもするので、麺と味付けが少し変わってくるのですが、
これもチュルッと食べやすい夏の料理になります。こうやって夏の食べ物を考えてみると、なんだか麺類が多いですよね。私も今気づいたのですが、食欲がなくなってもチュルッと食べやすいのがこの麺料理になるのかなと思います。コンビニに行くと夏は冷やし中華とかそうめんとってもたくさん売られているので、ぜひ夏に旅行に来られる方とか、もし日本に住んでいる方などは夏コンビニに行ってもらうと冷やし中華とかそうめんたくさん売っているので、ぜひ一度食べてみてほしいなと思います。そして他に食べるもの、夏といえばスイカも日本人は思い浮かべる人が多いかなと思います。夏の果物といえば日本人はスイカを思い浮かべる人が多いです。お祭りや食べ物についてお話ししてきたのですが、夏といえば日本人は夏休みを思い浮かべる人もたくさんいます。日本では夏休みが1年の中で一番長い期間休みがある時期になるのですが、皆さんの国ではどうですか？どの時期、何月に一番長い休みがありますか？日本は学生ですね。小学生、中学生、高校生、大学生もですが、夏休み、小学校から高校生までは夏休みが一番長い休みになります。1ヶ月ぐらいあるんですね。なので夏といえば大人になっても楽しかった夏休みを想像する人も多いかなと思います。夏休みといえばプールに行ったりとか海とか川に行って遊ぶ人もいたり、旅行をしたりとかもするのですが、もちろん宿題もたくさんあって、私はあんまりこういうやり方があるというタイプの人ではなくて、ある年には夏休みが始まった途端に宿題をほとんど終わらせる年もあれば、次の年には8月の最後、夏休みが終わるギリギリまで宿題を全然していなかったという時もありました。皆さんはどうですか？宿題は早く先に終わらせてしまう方ですか？それとも最後の最後までやらないタイプでしたか？ぜひ教えてもらえたらなと思います。最後までやらずに置いていた方多いんじゃないかなと思います。私の予想です。はい、ということで今日は日本の夏についてお話ししてみました。いかがだったでしょうか？最初に日本の夏はもうとっても暑くてしんどいとか、扇風機とか日傘がないともう無理ですというふうにお話はしたのですが、実際は夏祭りがあるぞとか、海に行くぞ、川に行くぞとか、夏にしかできないことがたくさんあったりとか、そうめんとか冷やし中華などの食べ物も冬に食べるよりやっぱり夏に食べる方が美味しいんですね。なので夏を楽しむぞと思っている方や夏が好きという方もたくさんいます。なので夏が好きという方はぜひぜひ日本の夏楽しみに来てもらえたら嬉しいなと思います。このポッドキャストではこれからも自然な日本語で日常的なことや日本の文化についてお話ししていきます。ぜひぜひチャンネル登録をして次回以降もたくさん聞いてくださると嬉しいです。
今日も最後まで聞いてくださった方、本当にお疲れ様でした。ではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。ありがとうございました。シロでした。